はい、皆さんこんにちは。書家の東宮匠です。それではこれから、漢字の部首の一つ、神妙ですね。この神妙の、書き方、美しく書くコツ、美文字のコツをですね、紹介をしていきたいというふうに思います。ぜひ皆さんも、紙とペン、鉛筆、ご用意いただきながら、一緒に練習をしてみてください。ではまずちょっと四角を書いて、フリーハンドで大丈夫です。大体ですね、正方形書いてみてください。そして、補助線ポン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 、ポン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 、こんな感じですね。はい、正方形、同じ大きさ4分の1ずつ、作れたかなと思います。では今回は、神妙の漢字、その中の一つで道を書いてみたいと思います。まず、書き順ですが、ここに道の場合首が来ますね。そして神妙が来るよということですね。まずよいしょ、道なのでよいしょ、首が入ります。はい、今回はここの書き方はちょっと、細かいポイントについてはちょっと省略しますね。そして、いよいよポイント、今回のテーマ、神妙の書き方なんですけれども、よいしょ、まずここに点を打ちます。ポン。そして今ちょっと話しましたが、1画目から2画目つなげるようにして書きます。この点線はもちろん書かないです。ここからこうつなげて持っていく。そしてちょっと上にグッと上げましょう。そして左斜め、右斜め、もう一回左斜めいきます。いきますよ。左斜め、右斜め、もう一回こっちにグイッ。ここまでできましたでしょうか。はい。で、ここのポイント。ここの書き出しとここまでが同じ高さですよと。そしてこことここが同じ高さ。ちょっと点線ばっかりで分かりにくくなりますが、はい。こことここ。ぐっと折り返して、ここですね。こことここが同じぐらい。あと、ちょっとあまり点線大きいと分かりにくいので書きませんが、ここの長さとここの長さが平行になります。こことここが平行。そしてここの長さ、ここの長さが同じ。ぐっと入れた分しっかり外側に出していく。なのでここが同じ高さになるということですね。はい。ここまで大丈夫でしょうか。そして最後、のポイントなんですけれども、ぐぐぐっと寄りますが、この部分、このままだらーんと下げるのではなくて、ちょっと持ち上げてから落としていきます。はい、これで神妙の完成なんですが、この部分ですね。この部分、ちょっと点線ばっかりで見にくくてごめんなさい。この部分、ぐーっときて下がったらちょっと持ち上げて落としていく。なぜここで、持ち上げるのかというと、滑り台、遊園地じゃない、公園などでありますけれども、滑り台、しっかりこう階段が登っていかないと角度ついてこうスーッと降りられないですよね。そのイメージです。しっかり持ち上げることで落として最後ここ払いますが、払いの勢いが生まれてくるということですね。最後ひらがなのへを書くイメージ、ぐっと下がったら持ち上げて角度をつけて高いところから落としてスッと最後は払い切るということになります。はい、というわけで神妙、バランスですね、非常に取りづらい部首の一つですけれども、この動きさえ覚えてしまえばですね、今ここ首書きましたけれども、例えばここ、神妙だけ残してこう消してしまいまして、はい、他に神妙の漢字パッと
何を思い浮かびますか？はい、例えば来てこうすると、進むという感じになります。信用に関しましては、ここに載る部分が他の字になれば、他の文字になると。信用のここの位置に関しては、全く変わりませんよということですね。はい、他の、信用の漢字になったからここの動きが変化するよということはないので、ここの部分ですよね。ここに関してはこの L 字型の部分に関しては変わらずと、ここの部分だけこうカチッと別の文字が別の動きが来るよということになります。ということで、信用繰り返しになりますが、ちょっとバランス取りにくい部首の一つかと思いますけれども、ここ1画目から2画目つなげる、ぐっと持ち上げて下げて下げて同じ高さにしてからもう一回下げる、そしてこことここを揃えて持ち上げてから落として払いますよということですね。ぜひこちらの信用の書き方、マスターして、実践で使っていただければと思います。というわけで今回は美文字のコツ、部首別の信用について、紹介をしていきました。ぜひ、使っていただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。